私が最初にやってきたのは北海道ラーメン道場です。こちらのそらさんもすっごく気になったんですが、ずっと食べてみたかった一元さんに決めました。私はエビ味噌を注文しました。エビのいい香りが湯気と一緒に一気に押し寄せてきて、なんかもう見ているだけでお腹が鳴っちゃいそうです。チャーシューはとってもジューシーで、味玉も美味しいです。香りもエビで、味もエビで、本当に全部エビなんです。スープはとにかく濃厚でしっかりした味わいです。だからこそあのおにぎりと一緒に食べたかったのに、頼み忘れたのが本当に悔やまれます。気になる待ち時間ですが、私の場合は平日の11時半過ぎで15分ほど並びました。たまたまかもしれませんが、もっと並ぶと思っていたのでとってもラッキーでした。ごちそうさまでした。ラーメンでお腹はいっぱいのはずですが、この誘惑に勝てますか？ひとまず3階のグルメワールドを散策してみたいと思います。実は今回の北海道一人旅は一番の目的がここ新千歳空港だったんですよね。今日はここに骨を埋めるつもりで満喫したいと思います。こちらの市電通り食堂街にはスープカレーの人気店ラビが入っています。そして中に入れる路面電車があったり、レトロな雰囲気が漂っています。続いてチェックしたのは函館五島軒。明治12年創業の洋食店が作る特別なスープカレーが気になります。かわいい牛さんが迎えてくれるのはかまど丸山。こちらの自慢は備長炭でじっくり焼き上げるジューシーなハンバーグです。おいしくなれ。そろそろ甘いものが食べたくて2階へ降りてみたところ、ミルクランド北海道のイベントがあって、なんと美味しい牛乳を無料でいただけました。うますぎ。さっきは甘いものが食べたいって言ってましたが、気づいたらこちらの出塚水産に来ていました。
実は私、かまぼこなどの練り物がすっごく大好きで、今回の旅行でたくさん買って帰りました。私はホタホタ揚げを購入しました。このサイズ感、伝わりますか？見た目以上にずっしり重量感があって、片手で持つと手が震えちゃうくらい重たいです。いただきます。さすが人気ナンバーワン。貝柱のしっかりした食感が残っていて、噛み応え抜群です。ホタテの味が濃くて、バターの風味もちょうどよくて、練り物っていうよりもはやホタテのステーキを食べてるような感覚です。うますぎ。ハスカップが大好きで、次はこちらにやってきました。初めて知ったんですが、このポップに惹かれて購入したいと思います。新商品のアイスクリームかソフトクリームか迷ったんですが、今回はハスカップのアイスクリームを購入しました。いただきます。
ただきます。おいしくなれ。終わり。
ひひ。おはよう。平日の11時半頃に到着して、待ち時間は約15分でした。うますぎ。天才やな。お客様お待たせいたしました。赤札29番手持ちの犬様、赤札29番様。はい、ありがとうございます。5番、2名様。うますぎ。お客様お待たせいたしました。赤札31番手持ちの4名様、赤札31番様。はい、ありがとうございます。お待たせしました。31番、4名様。大好き大好き。おいしい。わお。
ただきます。こちらわさび入りです。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。頑張ってね。せーの。おいしい。乾杯。うはっはっは。Very good。終わり。バスで小樽に行くつもりでしたが、雨が降ってきたので近くのスーパーで雨宿り。雨が強くなってきました。残念ですが小樽は諦めて土砂降りの中約20分ほど歩いて六花亭の
丸山店に伺いました。Next。行くよ続いては丸山クラス1階の釜営にやってきました。雨風に打たれて40分も歩いたのに、ホテルに着いたら雨が止みました。
はピーチのセールに合わせて飛行機とホテルのセットをトリップドットコムで予約しました。気になるお値段は19,270円でした。購入品紹介はまた別動画でアップします。札幌2日目の夜、夕食を食べにすすきのにやってきました。北海道といえばやっぱりラーメンは外せないですね。ということで
こちらのラーメン横丁にやってきました。狭い路地にお店がぎゅっと詰まっていて、このディープな雰囲気がより一層食欲をそそります。どこも美味しそうで誘惑が多すぎますが、今回は直感でこちらのしみしみさんに決めました。店内はカウンターのみ7席のコンパクトなお店で、10分ほど外で並んで入店しました。ちなみにお支払いは現金のみ。入り口の券売機でチケットを買うスタイルです。ありがとうございます。スープを一口飲んだ瞬間、思わずガッツポーズを取りたくなるくらい本当に美味しかったです。そしてたっぷりのコーンの甘みとシャキシャキ食感が重なって、もうお箸が止まりません。せーの、うますぎ。この抜群に大きいチャーシューは脂っこさがなくて、しっとりとした柔らかさがとても魅力的です。そしてほんのり縮れたこの麺は、しじみのうまみがしっかり絡んで、一口食べるたびに幸せです。おいしい。あっさりとした絶妙な塩加減の中に、しじみのうまみがぎゅーっと凝縮されていて、今回の北海道旅行で食べた中で間違いなくナンバーワンの味でした。終わり。ちなみにラーメン横丁には他にも個性豊かなお店がたくさん並んでいます。ぜひ皆さんも自分好みの一杯を見つけてくださいね。美味しいラーメンでお腹はいっぱいですが、やっぱり甘いものは別腹ですよね。ということで、次は札幌名物締めパフェのお店に向かいます。
ずっと気になっていたカフェノイモンドさん、一歩遅かったみたいでラストオーダーが終わっていました。次回はぜひ白いパフェを食べに行きたいです。気を取り直して次のお店に向かうのに、たぬき工事商店街を歩いていたら、アーケードの中にたぬき神社を見つけました。今日の最後を締めくくるのはこちらのお店。1階にはこだわりの詰まった砂糖糖のクッキーやケーキなどが並んでいます。そして2階と3階には夜を彩るパフェ砂糖の世界が広がります。おはようございます。札幌3日目の朝です。今日のランチはスープカレーの有名店奥芝商店実家店に来ました。気になる待ち時間は平日の12時過ぎで15分ほど並びました。スープはサラサラしていますが、一口飲めばエビの香ばしい風味を存分に感じます。濃厚なのに重たくなくて、辛みをゼロにしたことでスルスル飲めました。スプーンでほろっと崩れる
柔らかなチキンは噛むほどに旨味があふれ出します。一つ一つが驚くほど大きくて、素揚げされた野菜は噛むたびに甘みが際立ちます。ごちそうさまでした。最後は三越でお買い物。レッツゴー。おいしくなれ。うますぎ。レッツゴー。昨日食べたパンロールがすっごく美味しかったので、練り物が大好きな私は大阪に帰る前に思わず爆買いをしちゃいました。名残惜しいですが、飛行機の時間が迫ってきたので空港に向かいます。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルでは46歳の私が一人旅をする様子をお届けしています。チャンネル登録者1000人まであともう少しです。まだまだ公開できていない海外旅行の動画もたくさんあります。少しでもいいなぁと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお待ちしております。本日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
大好き。